そうですね。私が一番最初に起きた怖い話が10年ぐらい、今33なんですけれど。まだ33なんですね。33なんですけど、23歳ぐらいの時にちょうど広末涼子さんのモノマネとかでテレビでバーって出てた時に。出てました？それどんなんでしたっけ？大好き焼き。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。もう照れるんじゃないよ、本当に。もう今ね、もう久しぶりで。久しぶりでしょ？久しぶりでやったことないんで、もう今ね。何年ぶりかでやったんじゃないですか。何年かぶりですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。でも、ちょうどその広末涼子さんのモノマネでテレビで出始めた時、心霊番組ブームだったんですよ。今って結構少なくなってきてるんです。コンプライアンスでね、地上波減りましたよね。でも10年前は結構あって、当時やっぱり旬なタレントさんとか芸人さんとかと心霊ロケ行ったんですね。で多分山梨とかの本当山奥のもう閉鎖された旅館みたいなところだったんですけれど、そこに夜ロケ行って、もうみんなでカメラ持って心霊写真を撮ろうみたいな番組で、で、芸人さんとアイドルの方々とその旅館巡ってたんですけれど、最後になんかすごい大きい宴会場みたいなのがあって、もう椅子とかもバラバラになっていて、その奥に大きなドアがあって、なんか不自然にそれを閉ざすように椅子が1個置いてあったんですね。で、心霊写真も撮らないといけないんで、なんかふざけて、お化けいますかみたいな感じで言ったら、そのドアの前の椅子が急にガタガタガタって横で動いて、で、ドッキリかと思ったんですよ。ああ、なるほど。ドッキリだと思ってスタッフさんみたいにスタッフさんが先に逃げ出して、待ってって、で、みんなでそのまま逃げて、とりあえず逃げながら写真撮ってたんですけど、で、外に出てすぐ現像したら、バッチリ顔が全体的に映っててお化け。もう、わかるんですよ。もう、お化けの顔だらけで。だらけが映ってて、でもその椅子が動かしたのもドッキリじゃなかったんですよ。で、不思議だなと思ったんですけれど、一番その数年後に特に不思議だなと思ったのが、その時のロケのメンバーがいろいろあったメンバーだったんですよ。ちなみに芸人さんとかアイドルの方たちだったんですよね。そう、まず岡本まりネットで検索で出てくるんですけど、ちょっと精神的に病んで私入院した時期があるんですよ。それでモノマネ芸人も引退して、いろいろ苦労されている岡本まりと、芸人さんが、二人ともいろいろ、すごい好きな人なんですけど、いろいろあったじゃないですか。で、もう一人が本当に笑えないんですけれど、もうそのロケの1年後とかですね。で、もう一人目が、これも本当に言えないんですけれど、で捕まった。みんな何かあったんです。そうですね。それぞれ、ガチで笑えないんですよ、この名前。そうですね。芸人さん、アイドルの方、そうですね。みんなちょっとこう、苦労があった方たちという。本当に、笑いにできない苦労があったので、まだ私はどうにか笑い話にしてますけど、芸人さんの方は笑い話にできるのかなとは思いますけれど、本当アイドルの方たちは結構苦労されていて、そのうちのそのアイドルの子の一人は、そのロケの後、家帰ったら電子レンジのお皿が急に割れたって言ってて、だからそれがね、関係してるのかどうかわからないですけど、でもなんかね、そう考えちゃうような。メンバーだった。もう心霊番組としても十分怖かったし、メンバーもメンバーで恐ろしかったです。で、そうなって、その後、なんかいろいろあったんですか？でもその後そのまま芸人、そのロケの5年後ぐらい。ちなみになんですけど、ごめんなさい。その番組ってオンエアにはなったんですか？オンエアになってますね。で、ちなみにその写真っていうのは、幽霊が写った写真っていうのはもう番組ではオンエアされてるんですけれども、10年前だし残ってるか残ってないかがわからないですね。特番かなんかで？特番でしたね。でも実際にじゃあもうスタジオなんかも、うわー完全に映ってるってことになったんですね。そうですね。特番ですか？特番ですね、夏の。でも実際それオンエアにはなって写真も世には出たわけですね。で、スタジオ収録の時に一緒にロケに行ったアイドルの女の子が収録中倒れちゃったんですよ。で、中断になって。で、なんか霊媒師になんかされてました。お笑いみたいな。そこは多分カットされてますけどね。いろいろあったんですね。本当に今、若手のタレントさんに言いたいのが、心霊ロケ絶対行かない方がいい。運悪くなるから、絶対。
よく言います。心霊写真なんかも撮れちゃうと、うん何がダメかっていうと、運が悪くなるって言い方する人いますね。なっちゃうと思います。なんかちょっとテレビ出たいだけとか事務所に言われたからって、絶対心霊ロケ行っちゃダメで、絶対に NG 項目心霊ロケって入れた方がいいと思います。ガチで起こってると思うので、例は。やっぱり、はい。今回に限らずですけど、いろんな方の話聞いても、そのロケに行った後、体調がとか、精神的に大変な思いになってしまって、芸能界をすぐに引退してしまった方結構いますよね。本当ですか、やっぱ。まあでも、今回の心霊ロケのメンバー、多分聞いたらわかると思うんですけど、みんな不幸があったので、やめた方がいいですね。はい。この番組は大丈夫ですよね。この番組は大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。で、その後にまたいろいろあったわけですか？でもその後に私がちょっとさっきも触れたんですけど、精神的に病んだ時期が2017年から2年間ぐらいあったんですけれど、もう本当に昔はもうちょっとふっくらしてたのに一気に痩せたりとか、月に1回頭痛で入って救急車に運ばれて、本当に頭痛もここで陣痛が起きてるかぐらい。そんなに？本当に吐いちゃう。で、もう死ぬんだなと思って携帯に遺書を書いたりとか、救急で運ばれてる時に、そのぐらいの頭痛が起きたり、あともうストレスで本当眠れなくなったり、本当に分かりやすく精神的に病んでしまった時期が、今、小学2年生の息子がいるんですけれど、その子が2歳になるぐらいまで続いてたんですね。生まれてから？そうですね。生まれた時期から2歳ぐらいまでそういう時期があったんですけれど、その時に私の知り合いの仲いい社長さんが、もうマリちゃん顔が全然昔と違うし、もう見ていられないから、今ちょうど山形のすごいお祓いの人が自分の会社の人たちのお祓いで来てるから、4万円するけれど、会社でこっちが支払うから、マリちゃんの命が一番大事だから、ちょっとお祓いしてほしいって言われて、お祓いをしてもらったんですね。はいはい。うさんくさいなと思って私としたら、お祓いなんて4万取る人って、ちょっと普通だって無料でやってくれるでしょみたいな。のでちょっとうさんくさいなと思って、でもお祓い受けることになって、でその山形のお祓いの人に見てもらった時に、もうついてますよって言われて。その相手って男性女性で言うと？ついてる人。そのお祓いをしてくれた人っていうのは？お祓いはもうおじさま、男性ですね。山形の方で有名な方なんですね。有名な方で。で、ついてますよって言われて、まず大きい目がギョロッとした髪の長い女性が1体ついていて、それを、霊が強すぎて10体ぐらいもう寄り添って、もうすごいとにかくついてますって言われて、うさんくさいなって、そういえばお金取れるなって思って、言ってんだろうなって思って、うさんくさいけれど、とりあえずお祓いやるかっていうので正座して、なんか唱えるじゃないですか。で、ちょうどマンションの一室だったんですけど、なんとかなんとかなんとかって唱え出した瞬間に、急にピンポーンってチャイムが鳴って、で、私お祓い中だったんで他の人が取ったら誰もいなかったんですよ。誰もいないのにピンポンってなって、しかもお祓いで唱え出した瞬間。でも、なんか電磁波が反応したね、みたいになったんですよ。で、実際に夜の7時ぐらいにお祓いしてもらったんですけど、マンションの会社の契約の兼ね合いで、夜の5時以降ってチャイムすら鳴らない設定になってるらしいんですよ。でも7時になってたので電磁波が反応したねってなったんですけれど、別にそのお祓いを受けた後、私、肩こりがなくなったとか気分が晴れたっていうのが一切なくて、やっぱなんかピンポンは鳴ったけど誤作動じゃないなんかうさんくさいなと思って、その日はその社長が奥さんと子供もいるんですけれどファミリーで住んでたので、もうマリちゃんちょっと今日は日本酒のお風呂に入って泊まってってって言われたので、日本酒のお風呂用意してもらって入って泊まろうと思ってたんですけれど、日本酒のお風呂入った瞬間に発作が急に起きちゃって、でちょうどすっごい体調崩して、前日に息子を、私実家が群馬なんですけど群馬に預けたばかりだったんですね。でもう息子に会いたいってお風呂場で号泣して、発作が止まなくなっちゃって、でお風呂から出て、もうその社長がもう夜中に車で群馬まで送ってってくれて、でその時も発作ずっとしてたんですけれど、で群馬に帰って息子に会ってちょっと落ち着いたんですけれど、その時何かあったかっていうと、ちょっと私が精神病棟に入るようなことをしてしまって、で措置入院っていう形で無理やり
強制的に精神病棟にそのお祓いを受けた翌日に入ったんですよ。はい。で、翌日に？翌日、ちょうど翌日なんですね。で、私としては精神病棟なんか本当に入りたくないし、精神病棟ってやっぱ、家族以外の面談がもうまず無理で、子供とも面会で会えなくて、で、3ヶ月の入院生活で2ヶ月間は面会の許可が下りずに、外出の許可が下りなかったから息子とも会えなかったんですね。でもやっぱ、もうなんで入院したんだろう、お祓いなんか意味がない、こんな苦しい入院生活させてって思ってたんですけれど、その入院生活で、なんか自分が一番大切なものって、自分が傷つくとか、自分が愛をもらえるっていうことよりも、自分が息子を愛することが幸せだなって気づいたんですね。その時に、与える愛ってこんなに楽で幸せなんだって、私は与える人になりたいと思ってから、入院生活で気づけたんですよ。で、そっから退院しても、病むことはなくなって、良くなったので、よくよく考えればお祓いの翌日に入院して良くなったのかなとは思って。で、頭痛もなくなったんですよね。まあね、心のね、ずっと大変だった思いが少し解消したことで頭痛もなくなったのかなっていう部分もあるかもしれませんけど、そうですね、ただ、霊媒師の方ですか、が最初見たときに女性が見える。で、その女性に付随してたくさんついてきてるんだって言ってましたけど、じゃあその女性がやっぱりマリちゃんに何かやってたっていうことなんですかね。もう私も心霊とか実際にお化けを丸々見たことないから信じるか信じれるかもわからない状況なんですけれど、やっぱそう言われるとそうなのかなと思います。で、本当に当時結構大変なことが続いて、結婚式したんですけれど、結婚式の当日に私声が出なくなって、声がカスカスで出なくなって、マイコプラズマ肺炎だったんですよ。で、1週間、それって自分としては喜ばしい出来事じゃないですか。その時に一番ついてないことが起きてしまって、マイコプラズマ肺炎に人生で初めてなって1週間国立の病院通って注射打って、1週間後に良くなって、そうしたら翌日に初めて家の階段から転がり落ちて血だらけになって骨折して、今もちょっと後遺症残ってるんですけど、生まれて初めての骨折をしたんですよ。で、血だらけになって動けない。で、それも結婚式のそのマイコプラズマ肺炎になった翌日だったんで、本当だったらいい時期に悪いことが起きてるので、なんか呪いじゃないんですけど、なんか本当にね、その心霊ロケのせいかもしれないんですけれど、考えちゃいますね。なんか考えちゃう部分はあります。しかもなんか結婚式当日、そういうふうに声が出なくなる。家に帰ってきて、じゃあいよいよ新婚生活が始まるっていうふうに階段から落ちるってなると、このマリちゃんの幸せにさせないような。なのかなって。ってなるとその女性が何か嫉妬してるのかとかね、いろいろ考えてしまうような。感じがしますね。で、やっぱマイコプラズマ肺炎とか私なったことがないんですよ、今まで。で、健康体だったんですよ。で、骨折もドッジボールでここちょっとちょんって捻挫したぐらいしかなかったのにバリッバリの骨折をしたので、しかも血が結構半端ない量出たので、そんなのは本当初めてで、でも退院してから一人でもう息子5年近く育ててるんですけど、肺炎にもなんないし、骨折もしないし、健康的だし、やっぱそのお祓いがあったからなのかなとは思います。まあきっかけになったのかもしれないですけどね。ただまあ本当に今、じゃすごく幸せで、ね、今シングルで、お子さんをね、たくましく育ててるわけですけど、本当にじゃあもう心も楽になったわけですよね。でも本当にその入院生活が結構きつくて、もともと明るいキャラクターだったので、今ってネットニュースで離婚しただけで、やっぱ離婚すると思ったとか悪口書かれるし、明るいキャラクターの人が精神病だったっていうので、メーラとか言われるし、そう言われるのがすごい嫌だったんですけれど、やっぱ入院生活を終えて、自分のことはどう言われてもいいから、なんか息子を育てたいなっていう気持ちが勝ったから、どうにかやっていけてますね。さっきその入院生活の時に、やっぱり与えるという愛、こっちの方にね、なんか気持ちがいったって話ありましたけど、よくほらギバーとテイカーとか言うじゃないですか。なんかそういうところってやっぱすごく
何か自分の中で大きな変化だったわけですか？そうですね。やっぱ前までは仕事でも人間関係でも見返りを求めていた部分があったんですけれど、もう期待と依存はしないって決めて、私はちょっと寂しいように聞こえるんですけど、もう期待と依存はしないっていうことを本当に入院生活が苦しかったから気づけたし、でもそれってやっぱそこに無理やり入れたからなんですよ。まあ、その入れたきっかけがもしかしたらお入らだったのかなって。どうですか今思ってその芸能生活の時って、はい、やっぱり辛かった時もあったんですか？もちろん辛かった時いっぱいありましたよ。なんか某番組で賞金ゲットしたらすごい叩かれたりとか。なんで？だってゲットしたらいいじゃないですか。頑張った成果でしょ。まあちょっと指示もあったんですけれども、編集的に私が友達を裏切った形に本当にそれは私裏切ってもないのに裏切った編集になってて、で賞金もゲットしちゃったので、すごい叩かれたのが生まれて初めての叩かれだったんで、その時は当時仲良かった友達の家にずっといたりしてリーはしましたけれど、まあ、ここまではやまなかったですね。だんだん悪口も慣れていきましたし。結構叩かれてますもんね。私叩かれてきてますね。叩かれやすいじゃないですか。なんか中途半端に可愛くて中途半端につまらないモノマネをする絶妙な叩きがい。そんなことないと思いますけど。叩きがいがある。ただあれ本当に。でやっぱ明るいし、サービス精神が旺盛だからそれに返すから、そうなんですよね。結局受け身取る人っていじってもいいんだってなったりとかね。そうですね。ってなっちゃうけどね。そうで、ちょっと可愛くてこの喋り方をしてるとぶりっ子でちょっとね面白いことを知ってるけれど面白くもないからってもう叩かれる、どうぞ叩いてくださいみたいなもう笑い話にできるんで大丈夫。当時辛かったでしょやっぱり。当時は辛かったです。もうやっぱお笑い芸人さんになろうと思ってなったわけではなかったので。モノマネ番組でアイドルとして出たら、翌日に週刊プレイボーイさんから、可愛すぎる女芸人っていうオファーが来て、そっから芸人になったんです、私。だから、まさかの転身だったんで、ちょっと最初の頃はきつかったですね。いやー、本当に、ぐさぐさきますよね。ねえ。で、あれって気にしないと思っても、やっぱりこう溜まってきますよね。溜まってきますね。まあ今は本当に慣れた部分はありますけれど、でも未だにイラッとするときは正論でぶつかって、コメント返すときは全然ありますよ。はい、ツイッターとかでも。いや付き合い方って本当難しいですよね。ね、今一番はスルーなんですよね。ただ本当に自分が余裕があって、って時だったらもうはいはいとかね、美味しい美味しいって思えるけど、やっぱり人間だからね、これがあるからこの時にこれがこう来ちゃうとっていうのは。そうですね。なんか今ゾッとする話を思いついちゃったんですけど、そのツイッターで誹謗中傷アカウント、私だけを叩くアカウントが昔あったんですよ。もう本当に3年前かな。で、あまりにもひどすぎる内容で、子供のこととかを出されて、私だけを叩くアカウントがあって、私の親しい人にも同じリプをずっと飛ばしてたので、開示請求したんですね。犯人が分かったんですよ。その犯人が、怖くないですか？チャンネルやってて一番怖かったかもしれないです。まあなんか、職業としてもちょっとびっくりするかなとか、人としてもびっくりするかなっていう人が犯人だったんで。いやもう、これ思ってますね。その事実知った時ってもう大変だったっすね。いや、こっちとしては分かってすっきりしましたね。やっぱ見えない人に攻撃されていると、例えば身近な友達が犯人だったらすごく悲しいじゃないですか。まあそういうことじゃなかったっていうので。とは言ってもだって結構近しい、なんならっていう、友達以上に近いかもしれないっていうような関係性なわけで。それはちょっと、まあそうだろうなと思ったんですけれど、これは普通にゾッとする話としてできていいなと思います。よく笑えて今話してよかったけど、いや俺もそうなったらもう人間誰しものことを信じられなくなってちょっとやばいかもしれないですね。いやでも私はそれで息子を守れたので、もうよっしゃみたいな、開示請求よっしゃみたいな感じでしたね。はい。知ってる人ですか？
知らない人ですよ、全然。いわゆる有名人ではないですけど。ないんですけど、まあ職業、まあちょっと、まあ個人情報なんで、ぼかすと職業とか立ち位置的には、こんな人が岡本真理を中傷するのみたいな人では、ね、ある。ちょっとびっくりな。まあだから、まあざっくり言うと完全に身内だと思ってた人ですよね。はい。まあ身内っちゃ身内だけど身内ではないような微妙なポジションですよね。それはどういう理由で？やっぱ嫉妬ですね。何の嫉妬？私と元旦那が結婚してたことへの嫉妬だったり、私の方がまあ有名だったりとか、ネットで検索すると私の方が出てきちゃうので、いや、美味しいの出せてよかったです。本当に、なんか、もう、共演ね、はいさせていただいた時も、まあ、この人は、今だから言いますけど、はいサービス精神がすごいなと思ってて、そう、10年ぐらい前ですよね、ポンとかのね。そうだし、あとその後もあってるじゃないですか。そうですよね TBS でも。はいはいはい。で、その時に、例えば、本当に頑張り屋というか、はい呼んでもらったからには、はい。期待に応えたい。はい。で、皆さんにがっかりしてほしくないし、うんこの番組が私呼んだことで盛り上がったってことに少しでも貢献したいっていう思いが強いから、ギャラの泥棒になりたくないんですよね。いやいや、だからもう本当に一言でいいところ、はいもうその、なんか自分の中でもう言い方変えて、もう3パターン、4パターンたくさんこう言うし。そう、なんか、まあね、それが良くも悪くもあれなんですけいれども。やいやいやいや、だからすっごい、だから、僕が MC やってる番組のゲストで来ていただいたんですけど、はいこんな一生懸命、はい。いろいろね、他にも仕事あるのに、はいやってくれるんだっていう。嬉しい。だから、すごく嬉しい一方ですよ。うんただ、各現場でこれやってたら、うんマリちゃんこれ大丈夫なのかなってちょっと心配になっでたすよね。部分も実はあったんですよ。そうなんですね。江原さんですか？いやいや、そんなすごいことじゃないですけど、なんか、だから、120%じゃないですもん。160%ぐらいでやってくれるから。そうですね。でも私本当に芸能界、今そんなモノマネ芸人でもないですし、テレビとかの仕事そんなやってないんですけれど、思うのが、うまく力を抜いてやってる子の方が出続けるなっていうのはすごい思います。結局そうなんですよね。真面目すぎる子って途中で崩れてやめて、裏で遊んでるような子が意外に長く出てたりするんですよね。いや本当にそこは考えるところですけどね。だってせっかくお仕事をいただいて、ね、自分のことをねオファーしていただいてるんだから、それに対してね、100でやらないなんて失礼だって思うんだけど、だからね、そういう本当にこう一生懸命でっていうことだからこそこう張り詰めているから、その反動でこう疲れちゃう時もやっぱあったんですかね。そうですね。でもまあ今、そうやってもう、例のせいで私は精神的に病んだとは思っていなくて、もちろんもちろん。まあ、そのせいもあるかもしれないけど、私の、間違ってた部分だったり、勘違いしてた部分や誤った生き方のせいで病んでしまってはいたので、でもその病んだことによって、ちゃんと自分の病気に向き合えて入院生活で孤独を味わって大切なものに気づけたので、なんかほんといい経験だったなって、なんか隠していたらコンプレックスだけど、さらけ出したら私の個性になると思って今生きてます。じゃあもうここからワクワクしかないですね。ワクワクしかないです。お子さんと一緒にね。はい。